今回は表層リフォームの壁紙編です。こちらの機械を使って家1軒丸々250メートル分の壁紙を4日間で貼っていく様子をお楽しみください。こんにちは、空き家再生のひとりです。今回は表層リフォーム壁紙編をお届けしたいと思います。気合があれば一人でできるということで、一人でできるマンは何でも一人で DIY してしまうというコンセプトとなっております。お楽しみいただけたら幸いです。というわけで前回までで天井の塗装が完了したので、今日からは壁紙ですね。こちらを貼っていこうと思います。これが壁紙の材料ですね。いろいろな種類があるんですけど、これは前回の物件の余りですね。こういうのも使っていきます。いろいろな柄がありまして、まずこちらは横縞と書いてあるのが横の模様の柄なんですね。貼っていこうと思います。これ廊下はみんな横柄の、これはプリント合板ですかね。こういうのが貼ってあるんで、こちらはですね縦模様なので縦ストライプの壁紙を貼っていきます。こちらですね SP の2877ですね。こちらは継ぎ目が目立たないのでおすすめです。あとは SP9741 石目模様の壁紙。この壁紙の特徴は縦横気にせず貼れるので、重ね切りをなるべくしたくない砂壁の和室などにおすすめですね。最後はこちらですね SP9803、私いつも白の壁紙を貼るんですけど、今回はちょっとアクセントに木目を貼ってみようと思って購入しました。ご紹介したクロスは三月さんの量産クロスと言われるもので、一番安価なものですね。こちらが一巻き50メートルで約1万円ぐらいですね。この物件は250メートルの壁紙を使いましたので、およそ5万円分の壁紙を貼ったということですね。ただロールの壁紙は糊がついていないので、こちらの壁紙糊付け機が必要なんですね。というわけで今回の物件からこの壁紙糊付け機を導入して作業していきます。まずは糊を作っていきます。糊はですね希釈しないと使えませんので、まずは箱から取り出してこのバケツですね、この中で混ぜていきます。アミノールという糊を使っているんですけど、ホームセンターでなんとセールで2000円ぐらいで売ってました。とってもお得ですね。たまにホームセンターをブラブラしていると特価品になった材料が売っているので、ホームセンターをさまようのは楽しいですよね。結構この袋に糊が残ってしまうので、水を入れてちょっとシャカシャカ振って最後の一滴まで絞り出してやるぞという気持ちで利用したいですね。もうこれ私多分性分でして、こうして動画を見返しているとちょっと笑ってしまうぐらいなんですけど、一人でできるマンは材料を無駄にせずリフォームしていくというコンセプトとなっております。こちらに水を加えて攪拌機で混ぜていきます。私はですね攪拌機をもともと持っていたのでこちらを使っていますけど、インパクトドリルとかの先端に取り付けるスクリュー状の攪拌機、そういうものでも十分混ぜることは可能ですね。出来上がった糊を糊付け機に補充していきます。こちらはですね どこまで入れるのかちょっと私知らないんですけど、あまり入れすぎると糊付け機を作動させた時に上から溢れ出てしまうので、入れすぎ注意なのかもしれないですね。なるべく補充回数を減らしたいので多めに入れるんですが、たまに溢れてしまいますね。プロの方はどうやって判断しているんでしょうか。もし知っている方がいたら教えてください。電源を入れるとこんな感じに糊を下から巻き上げてくれるんですね。つまみを回すと糊の量を調節できるので、糊を多めにしたりそういうことができるので、この壁紙糊付け機はとても便利なんですね。見た目に反して使い方はとても簡単で、採寸した寸法をこちらのメモリに入れていくと自動的にその長さの壁紙がこのマシンから出てくるんですね。手動でローラーを一枚一枚切ってローラーで糊をつけていたあの日々にはもう二度と戻れないですね。入力した寸法の壁紙が出たら自動で機械が止まるので、カッターでカットしてあとは貼っていくだけですね。というわけでまずは糊を一番消費するこの和室の砂壁から施工していきます。こちらはですね砂壁で本来ですと壁紙が貼れないであったり、塗料で固めないと貼れないってよくね YouTube などで調べると出てくるんですけど、
私はですね、状態にもよると思うんですけど、ほとんどの場合そのまま貼ってしまってますね。壁紙のり付け機で糊を多めに設定して貼り付けて、今のところ剥がれたことがないので、大丈夫なんじゃないかなって思ってます。もちろんジョイントコークというコーキングで壁紙の端が剥がれないような処理は必要になるんですけど、今後もね、退去が出たり施工した後の状態を見る機会があると思うので楽しみですね。こちらの和室は横に長い壁がいくつかあるので、縦横どちらでも使える石目模様の壁紙を使っています。この土壁は切ってつなぐ箇所がとても目立ちやすいんですよね。何でも一人でやってしまう、一人でできるマンなんですが、しんどい時はすぐに SOS ということで妻にお願いして物件に足を運んでいただきました。さあ、夫婦で力を合わせて比較的難しいこの横長の壁紙を貼っていきます。ちょうど半分余ったこの壁紙は反対側に貼っていきます。お次は壁紙のり付け機にセットされている石目の壁紙でちょうど天井を貼れそうだったので、こちらを施工していきます。こちらもですね、夫婦の共同作業なんですけど、貼り始めの部分を持っていてもらうだけでめちゃくちゃ楽なんですよね。私一人で黙々と作業するのも好きなんですけど、こうして夫婦で話をしながら作業するのも楽しいですよね。ちなみにこの日は不動産、首の筋肉痛について、この物件の近くにある焼肉屋のランチが気になっているという件について議論しました。そんな刺激を求めて、皆さんもたまにはご夫婦で DIY をされてはいかがでしょうか。いつの間にか一人になっていたので、一人で天井を張る方法をご紹介します。このようにですね、天井を張る場合は長い壁紙を張っていくので、慣れるまでは少し大変なんですね。このようにイナバウアーの体勢をとって張り始めを決めていきます。イナバウアーって伝わりますかね。なかなか辛い姿勢なので腰をやってしまわないようにお気をつけください。最初の位置が決まって無事水平にできていたら、あとはどんどん進んでいくだけですね。右利きの方は左手で壁紙が落ちてこないように押さえながら、右手にハケを持って伸ばしていくと壁紙が剥がれずに貼れると思います。最後まで貼り終えたらしっかりと空気を抜いて、余りの壁紙をカットして、重なった壁紙を重ね切りして貼り合わせたらローラーで圧着します。動画の後半で重ね切りの方法を詳しく解説していきたいんですが、重ね切りした場合はですね、壁紙に糊がついてしまうので、そちらは雑巾でしっかり拭くようにします。ダウンライトの部分の壁紙を切って完了ですね。ということで、この要領でどんどん天井の壁紙を貼っていきます。こちらは前回換気扇を交換したキッチンの天井ですね。こちらはかなり汚れてしまっていたので、壁紙を貼ろうと思います。塗装でもよかったんですけど、おそらくこれはですね、アクが出て止まらないんですよね。そういう場合は壁紙がすごく便利だと思います。和室と天井を貼った石目の壁紙の残りで、この台所も貼ってしまいそうだったので、今度は壁を施工していきます。壁の施工はですね、天井と比べればものすごく楽なので、さらにペースが上がりますね。この日はですね、100メートルぐらい壁紙を張ったんじゃないかなと思います。こんな感じですね。いい感じですね。これで壁紙初日は終了です。さあ、壁紙2日目ということで、この日もどんどん壁紙を貼っていきます。こちらリビングですね。この部屋は縦模様の合板が一部あるので、こちらはですね、本来はパテをつけて壁紙を貼るんですけど、パテ付けがめんどくさいので縦ストライプの壁紙を貼っていきます。そうするとですね、ほとんど目立たないんですよね。築古戸建てにありがちなこのニック機縦の筋なんですが、この上に壁紙をそのまま貼って内見や入居者の方にクレームを言われたことは今のところないですね。ここからは壁紙を貼っていく様子をゆっくり解説してみようと思います。まずはですね、採寸して壁紙をちょうどいい長さに切った後、壁に貼り付けしていきます。この時ですね、壁紙はまっすぐ切れているはずなので、上をしっかり水平に合わせて貼っていくと、上のカットが1回せずに済むので効率的ですね。そうしたら
ハケでしっかり空気を抜いて伸ばしていきます。次に金べらとカッターに持ち替えて下の壁紙の余った部分をカットします。この壁紙を切るというのが結構奥が深くてですね、薄いカッターを使ったり、またカッターはポキポキ折ってどんどん切れ味を良くしていけるので、惜しまずに折って使っていくと結果仕上がりは綺麗にいきますね。最後に周りについてしまった糊をしっかりと雑巾で拭いていきます。この糊が残っていると後から黄色く変色してきて変なシミみたいになってしまうんですよね。あとは壁紙と壁紙を重ねた後切って貼り合わせるという重ね切りなんですが、2枚目の壁紙を貼った後切りたい部分に金べらを合わせてまっすぐ切っていきます。この時ですね、金べらは少し力を入れてずれないように固定しておくと綺麗に切れますね。切り終わったら上に重なっている壁紙を取ります。そしたら少しだけ剥がして下の切れた壁紙も剥がしていきます。それを元に戻すと1枚目と2枚目の壁紙がぴったりくっつくんですね。最後に継ぎ目をローラーでしっかりと当てておくことで乾燥した後にずれてくるのを防ぐことができます。壁紙の施工はこの作業をひたすら繰り返していきます。さあ、というわけで2階ですね、こちらも縦の合板が貼ってある部屋なので縦ストライプの壁紙を貼っていきます。だんだん日が暮れてきましたね。どうしてもですね、壁紙は一部屋貼るとやめられないので帰りが遅くなりがちですね。というわけで今日は折り返し地点の3日目ですね。昨日貼った壁紙はこんな感じです。もう新築感漂ってますよね。めっちゃ綺麗ですね。こちらがね、縦の模様があったところなんですけど、少しだけ跡があるところがありますね。これは溝じゃなくて板と板の継ぎ目なんですよね。そこは釘をしっかり打つべきでしたね。こちらキッチンですね。こちらもしっかり綺麗になっています。天井もバッチリですね。やっぱり白は正義です。こちらの物件は2階に6畳が2部屋あるんですが、この部屋はね、壁紙を貼る予定はなかったんですけど貼ってしまったんですよね。そんなに汚れてなかったんで壁紙なしでもいいかなとは思ったんですけど、掃除が面倒でね、壁紙貼る方が楽なんですよね。ちなみに材料が2部屋で8000円ぐらいで手間が3時間ぐらいですね。というわけで今日はこちらですね、廊下の横に筋のある壁に壁紙を貼っていこうと思います。これも築古戸建てあるあるの内装材ですよね。こちらにはですね、この横に柄がついているタイル調の壁紙を使っていきます。これは初めて使うので仕上がりが楽しみですね。この階段周りの壁紙はつながっている面が多いので休憩せずに一気に貼っていく必要があるんですが、同時にね、足場が悪いんでとっても貼りづらいんですよね。脚立を2つ駆使して貼っていきます。プロはどうやって足場を作っているんですかね。階段の2階は高さでいうと4メートル近くになっていると思うんですけど、幅も狭いですしいい脚立がなかなかないんですよね。それ専用の脚立があったりするんですかね。2階の壁紙が貼り終わったのでそのまま下の廊下まで降りてきます。この物件はですね、この辺りから玄関まで途中で仕切るものが何もないので玄関まで一気に壁紙を貼っていかないといけないんですね。私が今回壁紙のり付け機を購入した理由はですね、単純にかっこよくて使ってみたかったからなんですよね。なんかいかにもプロっぽいじゃないですか。ただ自己弁明のために後付けで合理性を考えると今回壁紙を貼った距離は250メートルなんですよね。こちらがのりなし壁紙の場合だと1メートル200円ぐらいなので、おおよそ5万円ぐらいですよね。のり付き壁紙の場合だと約倍ぐらいするので10万円なんですね。その差額を考えると今回購入した壁紙のり付け機は3万円でしたので2万円もうこの物件で得したことになるんですよね。
そこから海苔の代金を引いたとしても5000円ぐらいなので、一つの物件で元が取れてしまったということになりますね。そんな計算をして一人で喜んでいる私です。あとは何といってもスピードですよね。もう DIY は1日でも早く終わらして入居者をつけたいと思うので、これからね DIY で物件をどんどん増やしていきたいと思っている方はぜひ壁紙のり付け機を購入してみてください。ヤフオクに貼り付きましょう。というわけでですね、3日間で無事壁の壁紙が貼り終わりました。見てください、これもう純白でね綺麗ですよね。もう入居が決まりそうで嬉しい限りです。このね横筋の跡もところどころね気になるところはあるんですけど、ほとんど気にならないですよね。またこのタイル模様は継ぎ目が少し難しいかもなと思ったんですけど、これもほとんど気にならないですね。柄が割と細かいので意外と目立たないですね。というか普通におしゃれなので、この壁紙超おすすめですね。表層リフォーム壁紙編いかがだったでしょうか。あとはですね、この建具の木目調の壁紙ですね、こちらを貼っていくんですが、建具はね傷んでる場所や生地を交換しないといけない場所があったので、そちらも次回の動画でお見せできたらなと思いますので、次回もお楽しみに。今日の動画良かった、参考になったという方はチャンネル登録高評価をよろしくお願いいたします。またご意見やご質問などございましたらお気軽にコメントしてください。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。